それでは今年度のラプラスピアノコンクールは最優秀奏者の発表に移りたいと思います。皆様もご存知の通り、このコンクールの最優秀奏者は市の記念式典にてピアノを弾くことができます。清く美しい音楽には大麻の力があるとされ、ラプラスの街をまた1年間災いから守ってくれることでしょう。そんな決まり文句は後にしてくださいまし。こちらはもう間近でビれましたわ。そんなにそわそわしなくても結果は逃げないよ、ノエル。ジリアン、あなたは相変わらずお気楽で羨ましいですわね。今年度の最優秀奏者、そして栄養ある式典奏者に選ばれたのは、今日までの練習も今日の演奏も他の奏者とはレベルの違う完璧なものだった。ゆえに式典奏者へのインタビューで何を喋ろうか今考えるべきはこれだ。だからジリアン・リッナーさんです。おめでとうございます。本当に？は？それは何かの間違いだと思った。いいえ、僕なんてそんな家柄だって大したことないし。ジリアン君は確か市街地の出身だったかな。確かに音楽を志す者には金持ちも多いが、それは演奏とは関係のないことだ。もっと自分のピアノに自信を持つといい。あ、ノエル。ふむ、ご友人か。ならば私は席を外すとしようかな。受賞おめでとう、ジリアン。いい演奏でしたわ。ありがとう。さっきお母さんに電話したらお祝いにケーキ焼くなんて言い出しちゃって。でも本当に僕なんかでいいのかな。みんなとてもいい演奏だったと思うし、僕はてっきりノエルが選ばれるとばっかり思ってたよ。ほら、ピアノ教師でもノエルは一人だけレベルが違ってたじゃない。おまけにご両親もプロだし、ノエルのことを密かに目標にしてたんだよ。僕なんて教室の中で一番貧乏だし、こういう場所での食事のマナーもよくわからないし、だからこうして式典奏者に選ばれたのもきっとノエルとの練習の日々が。だから今どんな気持ちだと笑いたいのでしょう。チェルクエッティの娘が無様な姿を晒す今、それを見て優越感に至りたいんでしょう。ちょっとノエル、僕は何もそんなつもりで言ったんじゃ。失礼しますわ。最低だと自分でも分かっていた。こんなのはただの嫉妬、まるで子供の八つ当たりですわね。でも仕方ないじゃない。こんな結果を残して明日どんな顔でピアノの名門エドリ娘を名乗れば。や、お嬢さん。あなたはバロズ市長？邪魔してすまない。だがホールを出ていく君のことが気になってね。ノーエル・チェルコエティ君、私は演奏家ではないが君の気持ちわからなくもない。カメの誇りや友との競争心、抱えるものは軽くはないだろうね。結果を悔しいと思うかい？
もちろんですわ。あの子に負けたくなかったし、式典奏者にはなりたかったんですもの。ジリアン君とはだいぶ親しいのかい？ピアノ教室で知り合ってから随分経ちますから。なるほど。ライバルであり親友というわけだ。悔しいのはなおさらだろうね。だが君の演奏もジリアン君に負けないくらい評価を集めていたようだよ。今年はダメでも来年の式典奏者になれるんじゃないかな。そんなものに意味はありませんわ。私が欲しがったのは誰よりも、もちろんジリアンよりもすっごいという証。それだけですの。2番目にすごかろうと評価されようと、今1番でないのなら意味がありませんわ。だって私は常にいつも1番でなければならないんですもの。そうやって生きてきたんですもの。そうか。失礼しますわ。もしも本当に諦めきれないのならば、今年の式典奏者の座を心の底から欲しいと思うのならば、何が何でもジリアン君の先を歩みたいのならば、今夜午前2時、一人で港のそばのハイビルに来るといい。一体どういうことですの？実は今年のコンクールではとある理由でその順位に大きな変更があったんだが、いや、ここから先は君が来たら教えてあげよう。本当に知りたいかどうか一人でよく考えてみてくれたまえ。だがひょっとしたら今夜君の人生が大きく変わるかもしれないよ。私の人生が。順位の大きな変更。しかもそれを知ることで私の人生が。もしそれが真夜中のハイビルなんて場所でしか話せない内容なのだとしたら、それはつまりひょっとしてもしかすると本当はジリアンではなく私が。そう考えてしまうのは都合が良すぎる。